浮いてきます皆さんこんにちは、金子秀樹です。酒井亮太です。酒井コーチ、今日は、ダブルスに特化した動きになるんですけど、アプローチについて取り組みたいと思います。アプローチどんなところですか？アプローチは、いわゆるチャンスボールと言われる高いボールに対してのアプローチではなく、ダブルスなので、例えば短いボール、相手のボレーの当たり損ないとか打ち損ないとかで、短いボールが来た時に対して前に入って、その動きをそのまんまネットにつなげてボレーで決めるというパターン。もう基本的なそうですね、ことですね。はい。では、やってしまいがちなことで言うと、その、前に入ってくるときに、これはどんな理由があるかは、いろんな理由があるとして、振り抜けないで前に来ちゃう。アプローチショットで振り抜けない。理由として短くて低いボールだから、ただもう振り抜くのが怖いとか、もしくは低いボールだからもうスライスで返した方がいいというふうに思うのか、いろんな理由があるんだけど、やはりここは、突発的な動きじゃなく、ある程度流れの中での動きで短いボールが来たっていう時に打つショットなので、やはりここは振り抜いてもらいたい。振り抜くことのメリットは？相手に恐怖感を与えられる。逆を言えば、じゃあ振り抜かないと恐怖感は与えられない。なぜか、初速が遅いから。ボールの最初のスピードってことですね。ということ、初速遅いから相手も判断できる。前衛がいたらそうですね、出られちゃいますね。放置されてしまう。そういうダブルスではリスクもあるので、それらも含めてやはり振り抜きたい、そこは。そうですね。振り抜くためのポイントは、じゃあ今日は？そうですね、一つはね、やはりね、癖になってしまってる。振り抜けない理由として。それは、さっき言ったように大事にいこうとか、ミスしないようにしようとか、相手に全員にポーチされないかなっていうふうに言っちゃうとか、そういうもう癖になってしまう。来た瞬間、じゃあもうそれを選択してしまうってことですね。もうね、安全にというか。でそのシチュエーションに対してそういうもんだっていう考えももしかしたら持ってしまう。なるほど。もうそういうふうに返すもんだと。例えばシングルスの時にちょっと短いボールが来ても、あんましこういうふうに打って前に出ないと思う。そうですね。安全に行きたくなるんで、今まで打っちゃって癖になったっていうのもあるよね。そうですね。だからやはり技術を磨かないといけないのかもしれないです。あまりそのポイントとしては、その何度も来るポイントでもないじゃないですか。必ずサーブを打つわけでもないし、ミッドサーブみたいに打つわけでもないし、リターンみたいに打つわけでもないですし、ただなんかそういうボールが大事な場面で来た時に、やっぱり入れに行ってしまうというか、その安全を取りすぎてしまうのか、振り抜くから安全じゃないとか、そういうわけではないと思うんですけど、そういう選択をまず癖になってるってことですね。選択することが。でそれを振り抜かないと怖さがないので、ボレーにも全くこの重圧がない。短いボール打ったら振り抜かれて前に来られるというふうな思いなしにボレー打てちゃうんで、やはりミスも誘えない。そうですね。恐怖感はなくなりますもんね、そこで。というのも含めて振り抜けるようにして、振り抜いた後どのポジションにいないといけないのか、でそのポジションにいて最後ボレー打つまで、今日は行きたいと思います。なるほど、わかりました。では行きましょう。シチュエーションとしてこういうシチュエーションです。眼光陣での、ラリーでもいいですし、相手が2ボレーで入った時でも構わないです。どういうシチュエーションでも、特に相手2ボレーで入ってる時にこういうショットを打ってしまってはボレーで決められる可能性が出てきてしまいます。まずは悪い例からいきます。3カップ。こういう低いボールを
大事に行き過ぎてしまう、こういう低いボールを、もしくは前に出ることを優先にしちゃってるのかもしれないです。前に行くことを優先にしちゃって、ここのインパクト、スライスのインパクトが漠然的になって浮いてしまう、にしてもあまり怖さはないです。もちろんプロの選手もスライス打つ時はあります。それはどういう時かというと、相手の足元を狙いたい時、相手の足元を狙っていきたい時、これ使います、はい。でもそれがしたくてスライス打ってるわけではなく、いわゆる癖になって打ってしまってるので、だったら振り抜きましょうということですね。ここから振り抜いて前に入ることを今日は、皆さんにお伝えしていきたいのと、打った後のポジション、打った後のポジションで前に入ること、ここまでを、パターンとして決めておきたいと思います。はい、OK。前に入ってボレーをすることでは、ボレー3ループ、はい、いきます。もうここまで、ここまで作っていく。あんなに詰めます。詰める。なるほど。でこれはもちろん打ってここでもちろん速い球来たら、ここでカバーしないといけないけど、大体振り抜いたらこういう球が来る可能性も考えておかないといけない。ここまで作っておきたいよね。特にツーボレーの時に足元に打てた時、必ず浮いてきます。浮いてきますもうここで振り抜くことによってやはり前衛の足も止められることになるので、そういう意味でもやはり振り抜くことっていうのはすごい大切になります。では酒井コーチ行ってみましょうか。はい、こういう球だよね、やっぱ振り抜きたいのは。最近小屈に変えたおかげか、ちょっとボールに低いボールでも入りやすくなるかななんて気がします。持ち上がってるね。そうですね、ナイスショット。では酒井コーチ、僕が、ネットにつきます。僕が返すので、それを今みたいに決めるようにしてください。わかりました。シチュエーションとしてはボールの打ち損ない、もしくは相手が何も考えず打って前に来たっていうシチュエーションですね。やっぱやだね、振り抜かれたら。金子コーチにそんなこと言われるのなかなかないんで、これは。ねえ、やっぱ主導権にいられちゃうな。これやっぱ来られると次短いボール、甘いボール打てないなって感じにもなりますかね。やっぱボレーヤーとしてはプレッシャーになるね。ナイスショット。で酒井コーチ、振り抜かないで来てください。振り抜かない。スライス系というか、癖になってしまう。入れに行くやつですね。入れに行くやつ。まず相手前に入っちゃうね。で多分このボレーの中での眼光陣で、こう入ると、で今のスライスの構えしたとしてもあまりこっちにロブは打たないよね多分。というのも含めて、スライス打とうとする、前に入って今みたいに浮いちゃうとすかさずボレーで決められてしまう。そうですね。もしくはこっちがネットに近い方が、もう構えた瞬間前出るよね。構えた瞬間前出ちゃう。やっぱ怖さがない。
コース変更も難しいですね、ここから出られてるからと言ってね。でそこから多分打つのってここのロブしかないと思う。そうですね。多分何も考えずに打つとここのロブたとえ抜けたとしても構えられてしまう、ので、だからやっぱり振り抜き。では振り抜いてください。はい。もう動き止められるね。やっぱ怖いもんね、こっち側抜けられるのが。やっぱそれ構えるからですね。構えられるからね。やっぱここで出ようなんてちょっと思えないね。まあ出たとしてもミスしちゃいますね、今のね。ではそのまんま振り抜いて、はい、で酒井コーチではそこで止まっててください。打ったとこ振り抜くんだけど止まっててください。はい、やっぱこれで難しいボレーになっちゃうね。前に来ないともう決めれないですね、ここにいたら。たとえ浮いたとしても。はい、なので今の打ったスピードを止めずに前に入る。なるほど。そこまでワンセットですね、もうね。なるほど、ただ決めれますね。そこまで入ることを、もう止まらずに決めて前に入ると。まず今のところからロブはないですよね。結構詰めようって言われると、いやロブがちょっとってなる時もあるんですけど、多分難しいですね、ロブボレーなんか打つのね、今ね。なので難しいので打たせていいです、相手に。ミスの可能性出ますもんね。ミスの可能性出る。たとえグッドショットで決まっても確率的には低いんで、もう動けない今のは。なるほど。はい、では以上になります。今日はですね、アプローチチャンスボール、高い打点ではなく低いボールに対してのアプローチ、そして動きを止めずにそのまんま重心を利用して前に入る、でボレーで決めるという内容の動画になります。酒井コーチいかがだったでしょうか。これはですね、意外と盲点というか、自分がそうなってるって気づいてない人も多いかもしれないですね。なんとなくその潜在的にはこのボール怖いな、ミスするかもしれないから入れに行こう、入れて前に行こう。でもそれが成功してる場合もありますよね、失敗じゃなくて。成功してる場合もあるから、特に相手にその脅威を与えるっていうアプローチショットを打ってないこと、特にダブルスじゃないですか。ダブルスだと決まっちゃう場合もあるんですね。それ相手のレベルによってそれをミスしてくれる場合もありますし、だけどレベルが上がってくるとそれを逃さないっていうのがもう後から気づくことでもあるかななんて思うので、でレベル上がった時にやろうとしてもできないと。そうですね、やはりいいパターンを早い段階で作っとかないと、同じようにステップアップをしていけない。そうですね。もういや今日はですね、足元に金子コーチの足元に打ったら金子コーチもちょっとボールが浮くっていうことだったんで、僕はすごくこれは有効だなっていうふうに思いました。そうだから僕がボレーうまいとかじゃなくて、そういうショットを打ててなかったってことだよね。そうですね、そういう警戒させるショットを、振り抜かないとか、だから僕はあまり気にならずに対応できてたと。特別さっとこう入るのがうまいからできてたわけじゃないと。そうですね、反応がとかそれだけでもないってことですよね。ちゃんとした理由があったと。そうですね。どんどんと手強くなってねいやぜひですね、皆さんもポイントや試合の中で怖がらずに、チャレンジをするようにしてください。ではもしこの動画が参考になればチャンネル登録、 SNS のシェア、コメント、いいねすべてよろしくお願いいたします。では皆さんまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。